ンドゾーン2。干ばつが襲来するも大きな被害もなく生存することに成功した我らが白霊号。続けてやってきた疫病は対策方法がわからずご遺体山積み。でも村人はいくらでも生える。今回も開発頑張るぞー。で前回繊維を栽培するために開墾した白霊高原では、急ピッチで建設作業が行われております。村も4つ目ともなると開拓手順もお手の物だぜ。白霊高原はいい感じの自然林もあるので、初手植林の手間もないし開発しやすくて助かるよ。木こりが入植直後に活動できれば建設もはかどりそうだ。疫病被害に遭った用務員は、人口110人程度に減りましたが、2日で190人にまで復活しました。組織培養してそうな勢いで増えてる。小屋水と食料の生産量増やさなきゃだ。村の東側にも湖がありますので、まだまだ水や食料の確保は大丈夫そうです。拡張の余地のないどっかのヒルズとは大違いだ。うちの町をディスんな。でも土地の広さはこの世界じゃ正義だな。ディスられても仕方ないよ。また食料減ってるし、ダメヒルズ。でもダメな子ほど可愛い。はあもう仕方ない。後で餌持ってくよ。一応芋とか栽培してんだけどうまくいかんもんだな。ヒルズに餌を食ったり色々とセクター間での物資のやり取りもあるし、車を追加で作りましょ。大車両工場、これで車が好きなだけ作れるぜ。ヒルズの森も成長してるし採取小屋を増やしてみるか。これである程度は食料確保できるかな？赤子が1人しかいないし、なんとかして人口増やしたいぜ。天候が変化しています。って今回用務員とヒルズの2カ所同時かよ。こりゃ支援しないと大災害になるかも。食料と水をなしゃーす。すでにヒルズの前の無限粘土採掘場に餌置いてあるから、ピンチになったら持ってって。オーシレット探索ポイントの備蓄が増えてる。助かるぜ。車両工場建設完了。よーし。車種はバギースプリンターキャリアが現在製造可能。バスも研究すれば作れそうだ。製造コストはさほど差がないけど、バギーが鉄使わなくて簡単だしこっち作ろっかな。荷物の積載量も少ないけど、バギーは移動速度速いし数こなせばそれなりに運搬もはかどるかもな。それではバギーを製造開始だー。白霊自動車開業です。あ、用務んとこの鉄製錬所止まってるよ。これは下り、石炭の在庫が切れてますね。森は育ちましたので石炭の生産にも注力します。どんぶり勘定で生産してると施設が止まってても気がつかないから気をつけないとね。セクター増えると管理が大変だぜ。おっと研究するの忘れてた。適当に改良型井戸でもやっときましょ。湖のないセクターに進出するかもしれんし、あればあったで使うかもな。白霊高原に住宅を、建てまし。これで空き部屋がいっぱいできて、赤子がニョキニョキ生えてくるな。生えてきた労働力を動員してプランテーションで繊維を大量生産、そしてマスクを作るのだー。繊維はヒルズの1000倍特許だったのに。すべてのセクターでマスクの在庫なし、大量生産しないといつか偉いことになりそう。放射能の恐怖がいまいちピンとこないが、備えあれば憂いなしだな。まあ工具とかの日常的に使うものも毎回運ぶの面倒だし、先に自立できる程度の施設は用意しましょ。木材なんかも一回設定しちゃえば恒久的に生産できるし、原料気にしなくていいのは建てちまった方が楽だな。白霊号の人口が400人に到達。食料水ともにまだ余裕あるしまだまだ増やしてくどー。備蓄の量もすごいことになってるな。スクラップとかいっぱいだぞ。おっといっぱいだとスクラップ回収できないから、どっかの遠征ポイントに置いてこなくちゃ。うちももっと貯水できるようにしたいぜ。とりあえず町の端っこに給水塔を立てておくか。隅っこの使わない土地は全部倉庫でいいかもだね。食料庫もアップグレードだ。建材に鉄使うから控えてたけど、業務のところで鉄作ってるし少しずつこれらも回収してきたいね。保管できる量が増えればわざわざ遠征ポイントでこっそり保管するとかせこいずるしなくていいしな。あれはずるではありません。生活の知恵です。干ばつがやってきました。初のダブル干ばつ、うまく対処できるかな？でも干ばつ期間2分くらいか、これなら何もしなくても平気かもしれんな。肩透かし。用務員の住居の空きがないので建設したいのですが、干ばつ中ですし先に食料の生産施設を建てましょう。食料なら白霊号で試した植林&採集小屋セットがおすすめだよ。では住宅街の西側を植林してこちらで採集して、ついでに木材と石炭も生産しましょう。業務のところは工具使って鉄製の工具作ったりするから、工具を作る木材とかもなるべく作った方がいいね。食料の生産も漁場だと工具消費しちまうから、少しずつ採取に切り替えた方がいいかもしれんな。いのー、ちのみず。干ばつこれといった被害なしで、終了。
がっつり遠征ポイントに備蓄とかしてたけど、ここまでする必要なかったね。だな。備蓄で思い出したよ、アップグレードしたタウンセンターの研究。すべての資材の貯蔵量アップ、周囲の生産効率アップ。ついにヒルズの赤子がいなくなっちまった。こうなったら細かい配置移動してでも無理やり小屋建てるしか。位置の悪い小屋は一旦解体。よし、一マスずらしてなんとか2軒建設できたぜ。ヒルズは少子高齢化がやばそう。全員障害労働者だから生産力的には問題なーし。ヒルズ、それは現代のデストピア。おっとここのスクラップ撤去忘れてたな。これでもう少し人口増やせそうだ。こんなちまちました開発するならだーっと新しいセクター開発した方が良くない？私はダメダメ言われてるこの街が好きなんだよ。諦めず開発を続けるぜ。サイですか？こっそり非常食を採掘場にねじ込みうわ5000もあるじゃねえか。これでもう干ばつは怖くない。強いて言うなら常温保存で山積みした食料を食べてお腹壊さないかが心配だ。白麗号にガラス工場を建設開始。白麗号の赤子がすくすく育ってるから、働く場所を準備してやらんとな。原料の砂は無限採取場からすでに運び込んでるから、すぐに生産に取り掛かれるよ。子供多すぎにより建築止めてたけど住宅の建設も開始。空き家ができるとすぐちょめる、それがこの村の夜の実態。白麗高原も人口が増えてきたのでプランテーションを建設。結構広い肥沃な土壌、4軒くらいはプランテーション建てれそうだな。繊維を大量生産だー。白麗自動車工場で初の新車のバギーが完成。さてこのバギーはどう使う？ガラス工場も稼働予定だし、原料を運び込むルートを設定して、自動で原料を補充する自動化を行うであります。手動でやると忘れがちだからなるべく自動化がいいな。それでは車両の選択でバギーを選択と。でこんな感じになりそうろー。まずは砂の採取場で砂を積んで、その次は粘土、そのままスクラップも回収して白麗号に下ろすのループだな。変にごちゃごちゃしたのは考えるの面倒だったから、とりま簡単な自動採取自動回収でございます。つか各セクターの在庫が把握しきれてないというか、生産量も安定してねえから他のルートはそのうちって感じだな。当分は手動で微調整を継続しましゅ。そういえば桟橋のアップグレード前とアップグレード後で生産効率が変わるかを確認したら、倍くらい違う模様。水を汲むのが倍早くなれば、労働者半分に減らせるな。こうなると全部アップグレードしたいけど、いかんせん鉄製の工具の生産が間に合わぬ。小や鉄の増産も視野に入れた方が良さそうだ。では用務員の桟橋を優先してアップグレードしていきましょう。おい待て人手不足のヒルズが先だろ。一番どうでもいいヒルズが最後です。畜生。荷物の搬入しててふと気づく、災害起きてないけどご遺体山積み。お前まさか、村人に手をかけたのか。んなわけあるか、多分人口が増えたことで普通にお亡くなりになる人が増えてきたのかも。放射能汚染の影響かもな。白麗高原にワクチンをお届けってこっちもご遺体が、お墓建てるの忘れてた。おい。適当に村の端っこに建てときましょ。なんだかんだですぐ人がお亡くなりになる世界だから、墓地はしっかり建設しとかないとだ。百行、白麗号では食料やスクラップが余りまくり、私セレブになりましてよ。こいつヒルズを差し置いてセレブを名乗りおるか。倉庫がいっぱいで生産が止まっちゃうから庶民どもに分けてあげるざます。あっざーす。さてお次はアップグレードしたプランテーションを、鉄製の工具の在庫が足りない。桟橋のアップグレで鉄製の工具使いすぎちまったな。じゃギリ足りるか相場を研究と。ヒルズで疫病が発生しました。うわ、住宅を建て直してやっと子供が生まれてくれたところだったのに。まあ減っても生えてくるから大変さい。少しだろうと抗ってやる。工具工場をアップグレードして効率アップだ。ちまちま改善。白麗号では450人を突破、暇人も多くなってきたのでスクラップでも拾わせましょ。つか1日で50人も増えてる。3日でヒルズの人口超えちゃうよ。ちょめりすぎ。そして命の誕生とともにその逆の終焉も。うわもう18人も疫病にやられてる。20人に増えたまあお亡くなりで空いたスペースに赤子が生えてきてるから平気だよ。20人いったのにもう空きが3しかねえ。ヒルズの民も高速でちょめっております。多分それしか娯楽がなさそう。すまねえ遺体の処理の支援を頼む。まあうちも災害なくても遺体が山になってるから少しだけね。持ちつ持たれつ。さて白麗号の工具工場のアップグレが終わったので、お次は仕立て屋の工房をアップグレード。未だマスクは殴り合いの奪い合いで在庫はなし、手こ入れしないとずっとこのままかもしれん。
もっと迅速にアップグレをするには鉄が足りぬ。もう一つ鉄鉱山のセクター作ろうかな。高原の方もまだ軌道に乗ってねえから、今手を出したら混乱しそうだ。高原のプランテーションの進捗は半分くらい、あと1日2日である程度形になるかな。赤子が歩き出すまで待たないとだけど、意外と建設進んでるな。ゴム工場のラテックスの在庫がもうないや。ラテックスもヒルズで少量作ってるだけだしな。防護服のゴム手袋作るならこれも増産しないとだな。トリママスクが先なので白麗号に織物工場を新成立。高原から繊維を送ってこっちで布地に加工だ。高原よりこっちの方が人余ってるから加工もやる感じか。織物工場が近くにあると仕立て屋の効率もアップするしね。細かいところで効率アップ狙っております。で仕立て屋ももちろん建てまし原料増産工房増築、これでダメなら人口減らすくらいしか方法ねえかもしれんな。人口抑制はなるべく避けたいね。そしてこの世界にアップデートが到来。バージョン 0.8.9039 でお送りいたします。では我らもそれに合わせて、タウンセンターをアップグレード。資材が足りません。縮小。今運んでますのでしばしお待ちを。ガラスを生産するにはまず砂が必要だよ。ばあさんガラスは白麗号に工場作ったばかりだよ。アップでの影響で吹き出しに色とかついてる。放射線レベルが上がってるぞ。あやべマスクすらないのについにこの時が。原子炉建てや封印したけど、やっぱこの手の災害は継続するっぽいな。こやどうなることやら。では資材が届きタウンセンターをアップグレードしながら今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。順調に成長を遂げる白麗号に迫る放射線。果たして村は汚染され滅びの道をたどるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。